Hello everyone, this is Colin's channel. いやー、9月ですね。新学期となると寮を新しくする方多いと思います。または新人大学生、大学1年生か大学1年生は初めての寮生活、ウキウキと思って寮に入ると思うんですけど、寮生活はトラブルのもと、脅しじゃないけど本当に気をつけてほしいポイントがいくつかあるので、私の寮生活については過去に動画上げたんですけど、その名の通りかなり地獄でした。地獄だった理由と、今だったらどう回避できたかなといろいろ反省して、それは1年生の時だったんですけど、2年生も寮に入ったりしたので、決めておいた方がいいルール、立ち向かうであろうカルチャーショックへの心の準備を今日はご紹介します。まず寮に入るとルーメイトに会って同意書みたいなものにサインすると思います。もし同意書がなければ自分で作った方がいい。掃除のローテーション、誰が何を担当するのか、頻度とかを話し合った方がいいと思います。もちろんすっごい細かくやらなくていいけど、相手の価値観を知るためにも、お互い合わせるためにも話し合った方がいいと思います。特に私が気になったのは、汚いと綺麗のラインがみんな違うところ。私はお家の影響もあるんですけど、使った食器はそのうちに洗いたいんですね。なんなら食べる前にある程度洗っときたい派。でも向こうは、特にアメリカは食洗機があるから数日間置いとくのも OK っていう人が多いんです。嫌だ、カビ生えるじゃん汚いし匂うし、お互いある程度妥協してその日のうちに洗うっていうルールを決めました。でもそうするとね、意外と食洗機にみんな溜めてって、あれまな板がないって探してると、3日間ずっと食洗機の中に使ったまま洗ってないまま置いてあったっていう汚いこともあるので、どの調理器具をシェアするのか、シェアするときどれぐらい頻繁に洗うのか、先に決めといた方がいいと思います。ずっとキッチンの話してる料理しかしなかったから。あともう一つ大事だなと思うのはゲスト関係。日本の寮は厳しそうなイメージなんですけど、私がいた寮は男女人数関係なく何人でもいつでも呼べたんですね、24時間でも初対面で相手の社会行為どれぐらい社交的かわからないから、何に大体呼ぶのか、呼ぶ頻度パリピ系なのか、勉強するために呼ぶのか、サークルなのか、呼んだら大体何するのか、ゲーム、歌、お話、映画、趣味も兼ねて聞き出すとセキュリティ面安心すると思います。ルーメイトもあんまり詳しくないのに、ルーメイトの友達とかワンスが連れてくると、もう何がどうなってるのか結構カオスになるんですね。なので連れてくる前に何時までとか、連れてくるならここは使わないでとか、あと結構連れてくる頻度が多かったらトイレットペーパーは自分の使ってねとお願いしたりするといいと思います。昔ね、トイレットペーパーがどんどん減ってて、何なんだこれはと思ったら何十人も毎晩のように連れ込んでて、みんなトイレ使うからだったんですいや、私のトイレットペーパーと思ってそこから変えたりしました。あとゲスト入るときは誰々と誰々が来るよとメール送ってっていうのもやったと思います。やっぱり名前ぐらい知っときたいし、自分の貴重品とかもあるから、心配だったら金庫または鍵付きのスーツケースにしまうといいと思います。男女のゲストでワイワイするのは想像してたんですけど、ピチピチの大学生だからあれは想像してなかった。セフレマジでって思ったのが、17歳大学1年生でいろんな人を連れ込むとは思ってなかったし、何歳になっても信じられないと思う何しに大学に来てるの、詳しくは当時の動画を見ていただけると分かると思うんですけど、人数はさすがにやばいけど、でもセフレがいること自体はそんなに珍しくないみたいで、アメリカの田舎とかから出てきて都会の方の大学に行くと出会いが多かったり、マッチングアプリ使っていろんな人と会ってみたりするみたいなので、もしルームメイトがセクシュアリーアクティブだったら何時まで部屋を独占していいとか、何を使ったらダメ、例えばシャワーはやめてって言ったり、どこまで OK なのか決めた方がいいと思います。信じられないかもしれないけど、そういう人もいるっていうことを私はこの動画を通して伝えたいです。例えば私の時は、これ言葉に出して言うのも変な話なんだけど、10時以降はセックス禁止って決めてたんです。でもルールを何回も破れてったし、全部丸聞こえで眠れないんですね、こっちは。セキュリティと気持ち悪さとノイズ全てにおいて先に決めておいた方がいいルールだと思います。彼氏や彼女が
頻繁にお家に遊びに来るタイプだったら、先に多分相手もいると思うけど、一応聞いといた方がいいかな。みんなでね、仲良く過ごすことも全然できるので。あともう一つ決めておいた方がいいこと。年々大麻の合法化がアメリカ内で進んでいて、全50州中11州が合法化されました。理由はいろいろあるみたい。経済的にどうこうとか、黒人は逮捕されるけど白人は逮捕されないから社会の不平等さが問題視されていて、合法化にすることによって犯罪歴も減らす、就職もしやすくなる。複雑なんですけど、とにかく合法化ってことは相手がやっている可能性も十分ありえます。日本だと信じがたいけど、シンガポールでも信じがたいね。ちょっと吸ってくるわとタバコ感覚で休憩の時に吸いに行ったり、道歩いてると普通に臭かったりもするので、匂いが苦手な人だったら部屋では吸わないとか、吸うのが、そんなに苦手じゃなかったらせめて窓を開けといて、何かしらとサプライズにならないように話しておいた方がいいと思います。タバコもそうだよね。草だから寮のお約束で重要度が高いなと個人的に思うポイントは、タバコやドラッグ、あとゲスト関係かな。この2つはその日のうちに話しておいた方がいいかなって思います。掃除とかの細かいところは後でお互い試行錯誤して決めてっていいし、なんとかなるかな。寝るとき電気は消すかつけるか、明日の朝授業が早いのか、イヤホンなしで電話していいのか、こういう細々としたものは後になんとかなるんですけど、なんとかならないものは先に言うべきだと思います。向こうも初めてのルームメイトだと思うので、一緒に買い物したりなんかお茶したりする時に話し合ったり、料理を作り合ったり、授業の愚痴を言い合ったりしたこともあるので、全然なんかルームメイトっていうと、楽しいもあるけどめんどくさい、大変カルチャーショック、マイナスな部分も大きいと思いますが、全然そんなことなくて、お互いを分かち合おうとすればなんとかなるので大丈夫です。まずそんなにストレスしてほしくない。私はただ異様な体験をしただけだから、もう経験はできないと思うし、楽しいこともたくさんあって、兄弟いない身からしたらなんかワイワイできる、心細くないっていうか不思議な時間でした。確かに一人の時間も欲しいなっていう時はあったけど、お互いの授業のスケジュールが全く一緒じゃなかったから、普通にお家でも一人の時間あったし、買い物も一人で行ったり、息苦しいっていう気持ちはなかったです。ベッドルーム一緒の時でも。初めての大学生だったら結構やることあると思うから、そんなずっと2人とも同じタイミングで寮にいるっていうことはないと思うので、そこまで心配しなくていいと思います。それについてよく聞かれたかな。でも一緒にずっといても話すってわけじゃないし、沈黙の時間が続くことも全然あったり、私なんか YouTube 見てたり勉強してたりしたら向こうも察してくれるから、辛い息苦しいっていうのはなかったです。以上で私からの寮生活のコツっていうのトラブル回避のために決めておくべきお約束事だったのですが、少しでもご参考になれば嬉しいです。少々ぶっ飛んだ話もあったかと思いますが、海外の価値観は本当に違うので、ある程度の覚悟を持ってっていうのは主張したいです。だってみんな土足でうろうろ歩くもんね。そこからもう違うから、楽しいこともたくさん待っているので、今ある若々しい学生時代を存分に楽しんでください。もうないから。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。バイバイ。